ここに座ったの初めてなの。いやもう座ることないんじゃないかな。足場が外れて、はい、さらにまさかね回るとは思わなかったんですけどトイレねすごいです。もうガレージ内入るドアが全く同じ色なので、そう実はもう本当にあと5日後ぐらいに引っ越します。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です、はい、ただいま16時20分です。はい、16時20分です。はい、暑いね今日。暑い。めちゃくちゃ暑いです。はい、もうね今日さっきハイエースのね温度計で見たら31度になってて、だけど一応このガレージ内は、まあね日陰なんでそんなに暑くない。ということで今日もねガレージに来ております。はい、私たち今車と一緒に住むというコンセプトのハウスガレージを建設中でして、寝室がキャンピングカーになる、毎日車中泊できるという持ち味を持った、はい、ガレージを建設中です。建設中です。はい、実はもう本当にあと5日後ぐらいに引っ越します。そうなんです。数日後なんですもうね。数日後に、はい、この状態で引っ越せるのかっていうねところはあるんですけど、はい、僕らがねハーフビルドでこのガレージを作ってまして、はい、半分自分たちで DIY で作るというやり方をしているので、引っ越してからまた作るっていうところもたくさんあるんで、なので本当に最低限のところ、はい、水回りとかだけを、何ヶ月か作りながら、体育さんにもお願いしながらやってきました。はい、で前々回の動画で照明買ったよっていう動画を出したんですけど、実はねもう後ろに映ってると思うんですが、これ初めて見せるんですけど、照明付き光ってますよ。光りました。光ってます。はい、で上はなんかね回ってます。はい。そうっていう形でもう電気もね、電気も水道もだね。水道もね、流れます。そうここまで来るのにねもう1年以上のこの企画なんですけれども、そうだね、まあそれをねちょっと振り返ろうかなと。まだねお見せしてない部分とかもたくさんあるので、今日はそこをね引っ越し前にどこまで進んでるのかっていうのをお見せしながら、まあちょっとね振り返っていこうかなと思います。はい、はい、よし。ここに座ったの初めてなの。いやもう座ることないんじゃないかな。ここね今ハイエースが入るところに座ってるんですけど、ハイエースを出すとねこう広めのね土間になるんで、はい、まあここで DIY したりとか、まあ変な話中でキャンプとかねちょっとアウトドアっぽいこともできるっていう目的でかなり広めの土間になってるんですけど、はい、とりあえず今できててまだ見せてないところなんですよ。ああそうだね、はい、外壁から外壁だね。ずっとね足場がありまして、なかなかね外観の雰囲気がつかみにくいところがあったんですけど、実は足場が外れて、さらにガルバリウムというね、鉄板がつきました。正面はブルーグレーのガルバリウムで、後ろ3面が無垢の、杉の外壁になりますね。はい、実は今日でガレージの扉もついてるはずだったんですけど、ちょっと天候の関係で少し延期されてしまって、それは引っ越しの時のお楽しみということで一旦足場が外れました。で今回ブルーグレーにした理由なんですけど、私たちキャンピングカーを今私から向かって左側に止めようとしてて、でそのキャンピングカーを寝室にするっていう形なので、このガレージと連結させるような形になります。でキャンピングカー昔塗装した時に世田谷ベースカラーっていう、ね、色で塗りまして、その色が、ブルーグレーだったのでキャンピングカーに合わせる形で前側でしたいと思ってブルーグレーにしました。で今回キャンピングカーにつながるドアが実はついてまして、でそれもせっかくねキャンピングカーに続くのでブルーグレーにしちゃおうということで、それはね自分たちで実は塗りまして、それもブルーグレーになってます。そうです。ブルーグレー世田谷ベースカラーか。世田谷ベースカラー。キャンピングカー出てこのガレージ内入るドアが全く同じ色なので、まだ止めてないんですけど多分ね合うんじゃないかなっていうところで、これはね引っ越しの時に楽しみにしてます。はい。で外壁はそんな感じでね。ちなみに転写とかもね今後前ですると思うので、立水線つけたんですけど、立水線も実はブルーグレーです。確かに。はい。であとは中なんですけど、まあねさっきお伝えしたように照明のね電気がついたりとか、シーリングファンとかまさかね回るとは思わなかったんですけど。いや回るでしょ。あとそれに伴ってもちろんなんですけど、スイッチ類コンセント類とかもついてます。はい。一番ねよく使う場所にはトグルスイッチっていうねちょっとパチンパチンってやる、やっぱちょっとガレージなんで武骨感出したかったんで、ここだけっていうところにだけトグルスイッチをつけたっていう感じですね。であとはねトイレねすごいです。なんで？なんか勝手に動いたりするの。
今時のトイレすごいな。今時のトイレすごいね。まあ大体ねこんな感じなんですよ。振り返ってみると去年の4月ぐらいに多分最初に土地が決まりましたっていう動画出させてもらってから、マイクラっていうね、マインクラフトね、マインクラフト、マインクラフトっていう、まあ、ゲームねご存知の方もいると思うんですけど、このガレージをイメージ図をね設計したんですよ。そう設計して 3D でそう 3D で建てた。そうもしね見られてない方見てぜひ見てほしいんですけどほぼ同じ感じになりました。そう、はい、これね本当にすごいと思う。で本当にこのねガレージ作ってもらった藤本工務店さんに頼んだんですけど、マインクラフトを見せましたからね。そうだね、見せてそうこういう感じにしたいんですっていうので、図面を起こしてもらって、このガレージが出来上がってるんで、はい、もしね今後家を建てられる方とか、マインクラフトで家のイメージを作るっていうのはもう全然ありだと思いますね。確かに、はでそこから手続きとかもあったんで、実際に建前っていうね柱が立ち始めたのは今年の2月なんですけど、そっからもねなんだかんだ結構経ったね。3ヶ月ぐらい経ちましたね、あれから。ゆっくん的に一番大変だったところはどこですか？大変だったところね、ボード張りでしょ。だよね絶対ボード張りですよ。今ねちょっと見えてる後ろの、ちょうどね黄色い壁が石膏ボードなんですよ。で今後引っ越した後に漆喰で、塗っていくっていうことをするんですけど、この石膏ボードがねでかくて重たくて粉が舞うっていうね。結果大工さんに頼んだところ、私たちが多分やったら20日ぐらいかかったんじゃないかなっていうところを2日でね10分の1ですね、で終わらせてくれました。もう節々で今回大工さんのすごいところをたくさん見てたんですけど、それに関してはもう驚きのスピードとクオリティすぎて、素人目からして一番びっくりしたところだったと思います。じゃあ逆に、うわやっばーと思った感動した時よ一番。待ってちょっと考える。俺すぐ言える。何？照明と一番じゃないじゃん全然一番じゃないんだけど。だから外の外壁はやっぱねうわってなりましたね。ブルーグレーは自分たちで選んだけど、実際に貼られるとどうなるのか分かんなかったじゃん。で貼られてるの見てうわーってなりました。確かに。うわー難しいな。じゃあないってことで天窓から月が見えた時。天窓から月ね、なんかの動画で天窓から月が見えて、ボード張りでしょ。ボード張りの終わりで見えたんですよ。やっぱ天窓があるとすごい明るいのもあるし、雨の日は雨でね、なんかちょっと雨が当たって綺麗だし、すごいそこは気に入ってます。今後多分まだ夜で電気がついてるとことかは見てないので、結構感動するポイントはたくさんあると思うので、引っ越ししてからまたお伝えしたいと思います。では、今後ね、引っ越しするんですけど、それで終わりじゃないんですよね。そうですよ。引っ越した後に何の作業が残ってるかっていうところでお話しすると、まずね駐車場作りをします。目の前の車が出入りする場所、キャンピングカーが止まる場所が今まだ土のままなので、そこをねいい感じにしていきます。もう計画はしてあります。であとは今後ろに黄色い壁が見えてるのがさっき言ってたボードのままになってるので、ここ全部漆喰とかペンキに塗っていきます。ちゃんとね仕上げますんで、このままでは終わりませんよ。で実はこのガレージ中2階というものがありまして、ちょっとしたね上がれるところがあるんですけど、そのね階段もまだついてません。で中2階の床もまだついてません。なのでそれを作ります全然終わってないじゃん。階段はちょっと注文するんですけど、床とかはねまた自分たちで貼ります。であとキッチン、その下にねキッチンがあるんですけど、キッチンは今何もありません水が出るだけ。ただねガレージが建つ前に冷蔵庫は先に買ったんですめちゃくちゃ巨大なアメリカンの冷蔵庫を買ったので、床をまだ貼ってないので床を貼ってからちょっと冷蔵庫持ってこようかなと思います。なんでしばらくはキャンピングカーについてるちっちゃいね冷蔵庫で過ごしましょう。あとは収納だよね。そうだね。基本的に収納が何もないので、DIY とかもするので DIY のものを飾ったり、それこそキャンプ用品きれいにねお店みたいにちょっと置いとける感じを目指して作っていきたいなと思います。いろいろ順番は前後はすると思うんですけど、とにかくやることがたくさんあるので、年内目標だね。年内目標ね。ただねもうガレージ引っ越してしまえば、僕らのねペースでいろいろできるんで、なんで
最近ちょっとねガレージの動画がかなり多くなっちゃってるんですけど、今後ね車中泊旅とか近々でね面白いこともね発表したいなと思ってるんで、そうだね。はい。楽しみにぜひしてください。はい。もちろんね引っ越しの当日の様子も動画にさせてもらうので、初めて多分キャンピングカーハイスプロボックスが並ぶんじゃない、動画内で。確かにいつもバラバラのところに駐車しちゃってるんで、そうですね、なかなかね私たちも並ぶことないんですけど、確かに初めて並ぶかもしれない。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&インスタグラムチェックもお願いします。ではまた